白糸の滝に行きました。はい。本栖湖です。海抜902メートル、2番目の湖の小事故。あ、これ下降りていくんだ。あ、縄城溶岩。2日目の朝です。今日はめっちゃええ天気で富士山めっちゃ綺麗。これうわー、これは立派やわ。すごいな。これは立派。おはようございます。2日目の朝です。今日はめっちゃええ天気で富士山が綺麗に見えてます。はい、これから忍野八海行きます。そんなの劇場ってことは常にそういる。スイスのまもなく左方向です。めっちゃあれやな、リゾート地やな。5キロ以上内刈りです。およそ6キロ先。景色に惚れ込んでああ、する人もおるやろな。だから山梨県って結構移住先で人気があるみたいな。忍野八海到着しました。いや、目が合ってたからね、駐車場入った時、あ、こっちに寄ると思う。綺麗やな。そうそう、こんなんやったからね。来たことあるのかい？あるよ。ずっと昔。綺麗、めっちゃ綺麗。そりゃそばとか美味しいやろ。綺麗やな、めっちゃ。水がほんまに綺麗。シャインマスカットわさび。ああ、綺麗。これは綺麗。緑めっちゃ綺麗、これ水が。逆さ富士。ここようテレビで出てくるとこやな。あ、うん、そうやな。そうかも。なんか
池に鯉がいてとかいう鯉やろ。カーブ広島。朝富士にいるんかな。ちょっと8メートルもあんねんで。水深。あそこからなんか湧水口って書いてあるってことは、あそこから水が湧いてるんかな。あ、これ入れんようになってるね。日本名水百選。普通の民家もあるっていう、このなんか、まあそれからの面白いですね。これも池だな。鏡池、ここか、これやな多分。鏡池。あ、これかや。あー、綺麗。見て、めっちゃ綺麗これ。うわー。あ、これが逆さ。そう、ここの池やったか。めっちゃ綺麗これ。ちょっと水のっていうか藻が浮いてるのがちょっとあれで、ちょっと角度変えよう。これや。あ、これでいけるか。これで。あー、綺麗。うわ、すごいわ。これやね。多分菖蒲がいっぱい咲いてるんかな。おお、こういう。危ないな。ここもこういう。仲間パッパ。餌くれって言って。ここが水深8メートル。おお、すごい。いやー、怖いぐらいに、そこまで見えるよこれ。めっちゃ綺麗なんやろなこれ。そこそこに人が。そこそこの。そこに書いてあるけど、青い鍾乳総会で8回の池に通じてますって書いてあるから、だからこの青いんだろう、なんていうの、この噴火でできたこの洞窟が、だから青いんよな、水が。綺麗、めっちゃ綺麗。あ、そこれが飲めるん。飲んだん。飲んだ。次は山中湖行きます。最後の富士五湖最後の湖、山中湖。左方向です。左に曲がれるかな。
はい、山中湖来ましたよ。でかいな、山中湖。みんなレンタカーで来てはる人ね、外国の人。電車がないからね、バスとかになるし、交通の便は良くないな。バスか。富士山もこの山中湖で見納め。ほんま山梨側から見るのほんま綺麗。このやっぱ富士五湖があるからかな。何キロ？49キロ。今から最後の目的地甲府城跡に向かいます。そう、甲府城といえば武田信玄。時間がもしあったら武田神社も行ってはみたいけど、とりあえず甲府城跡行きます。ここも富士山の一部やろ、多分。富士道って書いてある。昔の鉄道会社の戦略。すごい。でもこの石垣の規模からしたら大きいよ。でかいな。これか、舞鶴城公園って書いてある。だからこれがもうほんまの名前っていうか、そうやろな。別名っていうか、あれ
まあ甲府城に来ております。この旅最後の、なんて言ったらいいのミッションでございます。最後のミッション。甲府城といえば武田信玄、そしてなんと明日から信玄公祭りというのがあるそうです。運がいいのか悪いのか残念。見れなくて残念やけど、でもなんかお祭りの間はここ立ち入り制限があるみたいだから。立派な石垣やんこれ。綺麗やな。そしてなかなかやっぱり武田信玄のお城だけあってでかい規模が。これが坂下門跡。ここに門があったんだな。ここに多分、ここに。危ない。ああ、これはまたいい眺めやな、ここから。この南アルプスが。そしてこれが何門って書いてあるの？黒金門。黒金門。よいしょ。はい。これが黒金門。こう感じからしたら再現したやつ、復元しとる。そうやな。中入れるんや。別に何もないけどな。なんか説明書きや。ありがとうございます。すみません。今ここにここの黒金も上がってここにいます。はい。ありがとうございます。御城印とかなんかもらえるとこってあるんですか？御城印はね、ここで置いてないんですよ。ここは100名城スタンプで、御城印ってのはそこに駅がありますから、駅の南口の前に観光案内所っていうか、大きな建物があるんですよ。あの中で。わかりました。管轄が別なのでごめんなさい。いえとんでもないです。いいのにね、思いますけど。なんかあれですか、取材ですか、そういうわけではないの。いや、昨日からちょっと山梨県の観光で回ってて、昨日は富士五湖行ってで、今日もうここ来て、大阪まで車で帰るので。本当、大阪から来たの？そうですそうです。武田神社の行かれた？まだ行ってないです。今日行かれますか？武田神社近いんですか？近い、そこのね、駅のね、北口から車で来たんだよね。車で行けばね、ほんの10分ちょっとぐらいでまっすぐ北口を行ったところに、もう突き当たりのところが武田神社になってて、ここは武田のお城じゃないので、そうなんですか？そう、そこの武田神社があるところが武田のお城。武田信玄のお城はこういう感じのね、お城じゃなくて屋敷だから。ここはね、だから武田を滅ぼした後に建てた豊臣秀吉がそういう部下に命令して1590年代になるほど、もうほとんど出来上がったその当時の石垣が全部残って、なんかね、確かにね、ネットで調べたら豊臣秀吉が築城って書いてあってでね、結局豊臣も滅んで徳川の時代になったから、最終的に徳川のお城になった。なんかすごい、さすが信玄のお城いっぱいやなと思ったら、そういうことだったんですか？あの頃はね、こういうお城の形が残ってない。
じゃあ武田神社の方が武田信玄のゆかりの。あ、そうだったんですね。結局武田を滅ぼした後に豊臣とか徳川と織田信長が連合軍が滅ぼしたんだけど、その人たちがその武田神社に入って今武田神社になってるけど、そこへ入ってここへ通いながらお城を作った。あ、なるほど。だから向こうの方も多少石垣とかあるんだけど、それは武田が作ったんじゃなくてその後で入った豊臣とか徳川たちが作った。ああ、じゃあ武田信玄のお城っていうのはないんですか？だからお城っていうか館なの。ああ、そういうことだった。当時はそういうこういう形を作ってない。なかった。あ、そういうことだったんですね。ほら武田って人は石垣人は城ってこういうお城を作らなかったから信玄はね。そういうことだったんですね。勝頼になったら作ったけどね。だからその頃の屋敷跡があれなんですか、神社なんですか。で武田が亡くなった後に武田信玄を神として祀って作ったのが武田神社。今はその武田神社になってるけど、武田信玄の時代の遺構がいろいろ残ってるから、見たらいいかなって。雰囲気がいい場所だから。なるほど。はい。でミュージアムもできてるし博物館みたいな、そこでね、いろんなものが見られるから、大政も発掘されてるので、その完全な形で出てるから、そういうのもレプリカが置いてあるし、見てください。はい。ちょっと見て。どうする家康でさ、信玄が被ってたすごいあれの本物が今ちょうど来てます。あ、そうなんですか。これ見られますから。あ、そうなんですね。見てください。はい、ありがとうございました。はい。御乗員だけはちょっっとここでなってね、ごめんなさい。だから観光案内所行って。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんで。はい。ということで、ここは信玄のお城ではありませんでした。すごいでも立派な石垣やけど。というわけで、武田神社の方に行きたいと思います。甲府駅。これは立派やわ。すごいな。これは立派。伊達政宗もかっこよかったけどな。でもな、かっこよかったな。これはこれですごいよ。かっこいいかも。これが甲府城の五条に、なんかもう一つある？はい、武田信玄。こんなん信玄公生誕500年記念。こんなんもん。日付は自分で入れるタイプはい。1523年やもん多分。か4年やな。生誕した。これが武田神社。これか駐車場。あ、そんな感じやな。結構。あ、ここはドン付きない。駐車場。武田神社到着しましたはいいけど、今日本シリーズのチケットを取るのに必死になっております。2人ともほんまに全然取れへんもん。左近の立花、左近の桜。
これが武田神社の御朱印。シンプルで。いろいろやらなあかんね、そうです。綺麗。ああ、めっちゃいい眺めやな。すごいな。では、山梨の旅、どうでしたか？ああ、よかったです。富士山よかったし。さあ、綺麗やってね。池の逆さ、あれ、よかった。ということで、はい。日本シリーズのチケット取れませんでした。イエーイ。残念。というわけで、また次の旅でお会いしましょう。